その昔、道場として使われていた施設があった。やがて時は経ち、その施設は利用されなくなった。次第に施設は荒れ果て、あらゆる悪い噂が広がり、いつの日か心霊スポットとして知られるようになった。そして今も誰かの訪問を待ち続けている。はい、ということで、続いてカッパ道場へやってまいりました。どっちから行ったらいいんですかね。そうですね、ここが1階に当たるんですかね。ああ、なるほどね。で、屋上があると。はい、だから4フロアっていうのかな、はい、あります。どこから行きましょう。あんまりこう、メインじゃないとこから行きましょう。そうですね、上に関しては全然メインではないような気がしますけどね。で、見ましょうか。上に行きます。これが屋上ですね。まあなんか噂ではね、はい、その屋上から飛び降りたみたいな話も、下手したら死ぬかもしれないけど、骨折ぐらいでなんかね助かりそうな感じはしますけどね。はい。特にね、屋上に関しては何もない感じはしますけど、はい、特に僕もはい霊的に何か感じがないです。ああ、わかりました。じゃあ近い下、そうですね、地下に行けば行くほどなんかあるのかもしれないですね。はい、まあ一応前はその、はい、全部回られるんですね。全部回りました。はいはい、はい。ここでも道場ですね。これはなんか書いてあるな。ここはなんかね、焼けてたとかっていうのがなかったかな。そうですね、おそらくその焼けた現場っていうのは多分この辺りだと思うんですよ。あ、なんかそっちです。こっちがですね、このステージがこの辺結構焼けてますね。あ、ここですね。はい。なんかすごいおもちゃが。なんかいるかもしれないけど。あ、そうですか。今ね、これ入ってないと思うんですけど、はい。僕のこの左の耳のところで今で女の人の息がねあったような感じしましたよ。ああ。僕のその空耳かもしれないですけど。はいはいはい。で、女の人ですか。左の耳ですね。
だから僕も女性の方はいるのかなというのも、一番最初に行った時に、おそらく苦しいっていう声が一番下の地下2階のところで入りました。だからもしかしたらいるかもしれないですよね。何今の感じ。入った瞬間ゾクってしたんですけど、こっから中にちょっと行けないですね。やばいやばい、足音聞こえる、足音聞こえる。ちょっとスピリットボックスやってみますね。これめっちゃやばい。誰かいらっしゃいますでしょうか。女性の方ですか？この場所で亡くなられた方っていらっしゃいますか？こんにちは。こんにちは。結構でも焼けてますね。そうなんですよ。えぐ。ビデオで見た時主にステージ付近に焼け焦げた跡がある。焼身自殺があったとか集団自殺があったとかっていうようなことを、コンクリートなんで全焼はなかったのかなと思うんですね。木造のところだけ焼けてるんです、はいはいはい。でも火事があったのは確かですよね。ですね。完全に焼けてますもんね。なんか感じたりします？この辺りは。今特にはね。ないですか。ないんですよ。じゃあちょっと下行ってみます？でもそのね、感覚はなくても、はい。いるところはいるからね。こっちから、こっち無理か。ちょっと待ってくださいね。はい。そっちは？声なんや。なんか神様なってる。なんかそんな感じはしますけどね。なんか祭壇があったよね。はい。じゃあ続いて下行きましょうか。寒い。うわ、なんか。ここ前回来た時、トリフィールドが思いっきり反応した。やここ気持ち悪い。っぱそうですか。ここ気持ち悪い。トリフィールドを回したいなと思います。今ここに誰かいたりする？ではですね、
交流電解の方をやってみます。これに関しては数値は0ですね。で、次はラジオ波でいきます。お、ちょっと待って。反応してます。多分この辺りでトリフィールド回すと反応するかもしれないです。ちょっとやりますね。まずこれ、交流磁界ですね。で次交流電解、これ反応全くないですね。はい。でラジオ波いきます。 RF。 なんか反応してないね。どの線とかっていい？反応してるね。反応してるんですよ。本当ここだけなんですよ。でちょっと離れるとあらあらあら。こっちへ行くともあ、ほんま全然。う、多少影響は受けてるんですけど、本当にこの部分だけなんかこの壁の奥に埋まってるとかねえ。足音が聞こえたのどこやった？動画で男性の声がうん入ったんですが、どうやらその時履いてた長靴で、僕歩いてたんですけど、その足音がこの壁に反響して男性の声で「明日」っていうように聞こえたと。なるほど。こちらがまず浴槽です。はいはいはい。なんか集団ここ狭いですからね。ぎゅうぎゅう詰めだったら10人ぐらいは入るかも。そんなとんでもない事件が起きたらもう話題になってますよね。そうですよね。トリフィード消します。はい。いやー、こちらがトイレですね。はい。ああ、でかっ。今よりでかくない？ここで女の人が苦しいっていう女性のような声がちょうどこの辺りで入りましたね。おここやっぱボイラーボイラー室です。そこの窓が鉄板張ってあるっていう。ああ、そうですね。んどうぞお入りください。ちょっと気持ち悪いですけどね。
閉めてもらえますか。これでも開くんですかね。もうちょっと一人で入ってすごいバカなね。そっちの奥の方行ってみます。はい。誰かいますか。女性の方いらっしゃいます？いると思うんだけどな。よかったら物音とかでも結構なんで音鳴らしてください。さっきより気持ち悪いの。ここのフロアとさっきのトリフィールドがあったところは確かに地下1階ですかね。はい。うん、ここやっぱ気持ち悪いですね。なんか肩に力が入ります。ここが電気消すか。はい。いきます。電気消すか。消します。今ね、真っ暗なんですよ。ちょっとだけトリフィールド一瞬流しますね。はい。うわ、結構反応してるこれ。反応してますよ。してるよね、それで今。こっちから見てる。うわ、すごい。さっきより反応してるんですけど。さっきより。はい。音が違いますもん。めっちゃ反応してますね。すごいね。さっきよりひどい。ひどいです。いわゆる一人定点に取るから、いいよ、ちょっと極限の状態じゃないですけど。僕ちょっと退避するんで。わかりました。うわ、あったけ、何これ。何これ。あったかいですね。何これ。うん。なんでこんなあったかい。今、熱気が来たよ、ふわーってそこ。マジですか。今僕が立ってるあたりに、なんていうの、あったかい空気の膜があるような感じだったよ。だからもうもわんってした感じってことですか。それでそのあったかいのがハッと抜けて入ったような感じ。ああ。空気のカビみたいな。はい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 。こっちやばくない？風通しもしかも悪いですもんね。風通し悪いけどそんなあったかいはずないやん。いや空気の層みたいなのがあった。はいはい。あったかくあったかい。何これ気持ち悪い。ここはさ、前来た時生でなんか聞こえたりした？あ、ちょっと記憶違いだったらあれなんですけど、僕多分この辺にいて、ペッ
トボトルか分かんないですよ。うんだからポーンって落としたんですよ、その辺からこはい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 の辺からね。で僕うわびっくりしたってなって、誰かいらっしゃいます？僕はお化けを幽霊を取りにやってきてます。もしねえ何の音今？多分この部屋ですね。なんかすごかったよ、僕今入った時。何のこう空気が流れが悪いんじゃなくて、一応吹き抜けてるからね。もう一回手でやってみようかな。まずは先行でたかしが一人検証を行う。じゃあ5分、はい、僕まだ上がってます。わかりました。怖っ。さっきより怖い。さっきより怖い。誰か物音鳴らしてください。怖い体験したいんで。物音鳴らしてください。怖いっすなこれ。続いてジャンク氏が検証を行う。さあ、今から5分間ね。50。怖いな。いや、ここめっちゃ怖いぞ。何これ。何これ。なんか匂いしてる。焦げ臭い匂い。あ、消えた。あ、匂いする。焦げ臭い匂いする。なんか焼けたような匂い。あ、消えた。もしかしたら焼身自殺。マジで黒っぽいイメージなんですよ、男の。確かにそこのね、部屋があったかいっていうのもね、不思議やなと思ったんですけど、電気消してもらっていいわ、こっちから。ここやっぱりなんかいる感じがするのよ、男やと。で、黒っぽいイメージなんだよ。で、30代から40代の、俺は分かってんのない。
年もいってないってやってたらかすかやけど焼けたりし始めて、うわー嫌やだそれで、この部屋あったかかったっていうのも火が関係してるからちゃうの。そうやったらここで誰かやっぱり噂通りに焼け死んでる人一人か二人いるのかもしれへんよ。なんか、火に関係ある人がいるんじゃないかなっていうのが結論ですね。はい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 。反対側に窓が2つあるんですね。特にこの辺りがすごく気になってて、でなんか一瞬だけこの窓の真ん中に線がシュンって入ったように見えたんです。でその前からなんか、これ気のせいかもしれないですけど、なんかもう影みたいなものがってなんか動いてるよりも、これ多分錯覚やと思うんですけど、それがもうまた気持ち悪くて、ここやばいって思いながらいやもうここは本当に怖いなと思いました。実際に過去にこの部屋で自死事件があったかは不明だ。しかし一つ気になる点が残っていた。それはトリフィールドが異常に反応した部屋だ。映像で確認できるピーク時の数値が 9.7 ミリワット毎秒平方メートルだったことから、とある仮説が考えられる。それはカッパ道場に隣接している無線中継所が原因なのではないかと考えた。つまり中継所から UHF 帯ウルトラハイフリークエンシーの電波が送信されている可能性がある。 UHF 帯は地上デジタルテレビ放送や携帯電話、Wi-Fi など様々な用途で使用される。その電波が道場の壁に反射し、ホットスポット化しているという説だ。さらに電波を浴びることで人の側頭葉に影響を与える可能性もある。つまり幻覚や幻聴も含め、不快感や気配を感じるなど霊的現象にリンクする可能性がある。これはあくまで仮説だが、カッパ道場が心霊スポット化した要因としてこれらの電波による可能性があると考えた。